皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？もうね、今日本は真夏です。本当に暑いです。ここ最近毎日30度を超えていて、場所によっては35度を超える、本当に滝汗をかくような、そういう日が続いています。まだ6月なのにもうこんなに暑いの？7月8月どうなるのって本当に心配になります。自転車を5分漕ぐだけで本当に汗だくで、これはやばいってもう生命の危機を感じるぐらい暑いです。では今回はコメントでアイデアをいただいたので、それをお話ししていこうかなと思います。今回のテーマは日本での LGBTQ 権利についてです。日本語では性的マイノリティと言ったりもします。これは少しセンシティブな内容になると思います。自分のアイデンティティがはっきりしているっていう人もいるだろうし、今はまだわからない、どうなんだろうって考えている方、悩んでいる方もいるかなと思います。私はその LGBTQ に当てはまる当事者ではないです。なので実際に当事者目線でそこのコミュニティにいたりとか、普段どう感じるか、日本で生活していてどう感じるかみたいなことは、その当事者目線ではお話しできないです。仲のいい友達とかにいたらいろいろインタビューしたり聞けたり、したらよかったんですけど、今回はそこはご了承ください。今回は2つのパートに分けてお話ししていこうかなと思います。1つ目は今の日本の法律がどうなっているのかっていうのと、あとは私から見て、私の主観的な意見にはなるんですけど、私から見て日本では生きやすいか住みやすいかとか、日本人はどう考えているかみたいなことについて、お話ししていこうかなと思います。まずは日本の法律からお話ししていこうと思います。現時点での法律です。これを録音しているのが2025年6月なんですが、現時点で同性婚は日本では合法ではありません。つまり男性男性とか女性女性同士の同性同士の結婚はできません。戸籍上、その生まれた時の性別がありますよね、男性か女性か。それが男性と女性でないと日本では結婚はできません。どんどん同性婚が認められてきたっていう国が増えていると思うんですが、日本ではまだこれは、法律上できないです。その理由の一つに、民法において婚姻は両性の合意のみに基づいて成立すると記載されていて、両性イコール男女と解釈されています。そしてこれが一度この解釈が憲法違反に当たるのではないかといって、裁判でこれは憲法違反だみたいな、判決があったんですけど、でもまだ最終的には最高裁判所でこういう考え方、これが憲法違反になるという判決は出ていないので、日本では認められていないということになります。ですが、結婚はできませんが、条例でパートナーシップ制度というものがあります。条例というのは、法律のように国が決めるルールではなくて、各自治体、例えば東京都とか渋谷区、新宿区みたいな感じで、その各都道府県とか市が、ルールを設定します。その都道府県、その市だけに適用されるルールというのがあります。それを条例というんですが、最近では多くの都道府県、多くの市町村でこのパートナーシップという制度を取り入れているところがあります。
パートナーシップがあったら何がいいかというと、例えばカップルのパートナーのどちらかが病気になって入院したってなった時に、家族しか面会できないっていう時があります。多分コロナの時とか、いろいろ病院に入るのも家族しか会えないとか、友達とか彼氏彼女だと、面会はできませんっていう時があったと思います。そういう時にパートナーシップがあれば、家族として一応面会できるというふうになっています。そういう病気とか事故とか、絶対に家族の同意が必要な時、家族にしか適用されないみたいな、ルールがあるんですが、パートナーシップがあればそれが適用される場合があります。あとはその自治体とか各都市が家族向けにやっている制度とかサービスがあります。そういうのを、家族として扱ってもらえるので、パートナーシップがあればそれと同様の、いろんなサービスを受けることができます。なんですけど、もちろん法律上家族ではないので、実際に結婚している方とパートナーシップでは違いがあります。例えば結婚すると、戸籍が変わりますよね。日本では多分ほとんどの方が名字を変えます。男性の名字にするか、または女性側の名字にするかって言って、その夫婦が一つの名字を使います。そういった感じで名前が変わったり、あとその戸籍上の情報がね変わるんですが、そういう変化はないです、パートナーシップには。あとはパートナーシップでできないことは、2人が子供の親権を持つことです。婚姻した夫婦、法律上結婚していますってなっている夫婦で子供を生まれたり、例えば養子とかにもらって子供を育てるときは、そのお父さんお母さんとか2人がどちらも子供の親権があるというふうになるんですが、パートナーシップではどちらか1人にしかその親権が与えられないということになります。法律上2人がこの子供の親ですっていう風になることはできないです。あとは例えば家族であれば受けられる税金の優遇とかがないです。夫婦のどちらか1人が、お金をたくさん稼いでいて、でもう1人が稼いでいないとしますよね。その時に一定の金額以下の収入であれば、いろんな税金の優遇があったり、この税金払わなくていいよみたいな優遇があるんですが、そういったのは受けられません。あとは日本には少子化対策として39歳以下で結婚した夫婦がもらえる補助金などがあります。この補助金はその夫婦の収入が500万円以下とかだったかな。そんなに余裕がある生活をしているわけではないっていう人たちに、政府から補助金が出ます。パートナーシップ制度だとこの補助金がもらえるかもらえないかはわからないっていう感じになります。そのパートナーシップ制度があるところに住んでいて、その市町村とかが大丈夫ですって言ったらもらえるんですけど、確実ではないっていう保証されていない部分がたくさんあります。あとは各企業がその家族を含む福利厚生とかっていうのがあります。法律でね、同性婚が認められていれば、もちろん家族になるので、そういう企業が提供している、民間が提供している家族用の福利厚生、家族用のサービス、特典、メリットみたいなのも受けられますよね。でも、パートナーシップ制度では法律では認められていないので、そういうね、いろんな家族向けのサービスとか、家族向けの補助金みたいなのは本当に場所によるとか企業によるみたいな感じになっていて、保証されていないっていうのが一つネックかなと思います。例えば私の父が働いている会社であったのは、その働いている本人と配偶者、私のお母さんですよね、と子供、私含めなんですけどが使えるホテルとか遊園地のクーポン券とか割引券みたいなのがありました。こういうのってもちろんあったら嬉しいですよね。そりゃ1万円するホテルが例えば5000円で泊まれるってなったら、そりゃ嬉しいじゃないですか。
で、こういうのもパートナーシップ制度だと本当に会社によるかなと思います。会社が大丈夫よ OK よって言ったら使えるんですけど、いやこれは一応法律上で決められた家族にしか適用できないってなったら、もうそれは従うしかないのでね、そういうメリットが受けられないっていうのがあります。こういった感じで実際に法律上結婚している家族とそうでないパートナーシップっていうのは違いがたくさんあります。じゃあなんで日本では同性婚が認められないのって思う方がたくさんいると思います。で、一つは先ほども言ったんですが、民法において婚姻は両性の合意のみに基づいて成立すると明記されていて、両性イコール男女という解釈があるからだと思います。で、私が考えるに、これができた当初はなんか一方が男性側が女性側が強引に結婚する、相手の合意なく結婚するっていうのを防ぐために、両性の合意にのみ基づいてって記載されていると思います。で、その当時は男性女性女性とか、そのカップルっていう概念がなかったと思います。あるんですけど、もちろんそれをオープンにして公にして公表しているっていうことはほとんどなかったと思います。だからこそ男女が当たり前で両性の合意にのみ基づいてってなっていたと思います。で、これをいいように解釈してというか、これが今ある法律なんだからもうこれでよくないみたいな、そういうふうに思っている方もたくさんいるかなと思います。あとはもちろん法律を変えるって簡単な話ではないですよね。法律を改正するってなった時にすごく過激な意見とか、なんか論点がずれているよねみたいな意見とか批判とかもたくさんあって、日本では一つのルールを一つの法律を変えるのにものすごく時間がかかると思います。これはまたちょっと別の話にはなるんですが、例えば、アメリカの、大統領が一時的になんか関税を上げるとか、すぐそれが採用されるみたいなことってあるじゃないですか。大統領令っていうんですかね。そうやってなんか一人の命令によってすごい大きなことを動かせるっていうのが他の国ではあったりすると思うんですけど、日本にはこれがないと思います。日本の首相一人が、はい、じゃあこれで今この期間はこのルールでいきますみたいなのはできないと思います。それとこれがつながってるかわかんないんですけど、そのようになんか日本ではルールをこうパッとすぐ変えたり決めたりっていうことができなくて、本当にいろいろ細かいステップをゆっくり踏んでいって、やっと一つの小さいその法律とかルールが変わるっていうことになります。なのでこれもその変えるべきところとかたくさんあると思うんですけど、いろんな意見とかいろんな批判とかもあると思うので、今あるルールを変えるっていうのはもう本当に時間がかかることかなと思います。あと政治家ってなると年齢がね、50代60代70代とか本当に年齢が上の方がたくさんいるので、まだ日本ではそういった方たちがこういう LGBTQ のことをちゃんと理解して、ちゃんと当事者たちにその不利益がないように平等にっていうなんか考え方とか、そういうのがまだまだないかなっていうか、広がってないっていうか、ちゃんと理解していない人が多い気がします。だからこそまだ70代の人とか60代の人が政治家たちにいっぱいいるってなると、いろんなルールを変えていくのには本当に時間がかかるかなと思います。昔に比べると10年前20年前とかに比べると確実に進んでるとは思います。パートナーシップ制度なども昔はなかったんですが、今はできてきたり、あとは昔は本当に一部の市町村でしか受け入れられてなかったのが、今ではほとんど結構多くの都市とか、都道府県で受け入れられているので、そういう広がりはあるかなと思います。ここからは本当に私の個人的な意見にはなるんですけど、例えば、50代60代70代80代とか
年齢が上の方でももちろん別にね、同性婚 OK にすればいいじゃんとか、そういった方々に偏見は何もないよっていう方もたくさんいると思います。例えばなんか YouTube で動画を見るとか、テレビにそういう方が映っているときは普通にコンテンツとしてその人たちの話してる内容が面白いから動画も見るし、そこに対する毛嫌いは全然ないっていう人が、ほとんどというか多いかなと思います。なんですけど、例えば実際に会ってそれをカミングアウトされたってなると、ちょっと一線を引く方、壁を作ってしまう方が多いかなと思います。やっぱり年齢が上の方だと。なのでそういうコンテンツでエンタメとしてそういう方々が出ているとか何か発信をしているっていうのは全然見るし受け入れるんだけど、なんか自分ごとになった瞬間、自分の娘とか息子とかその周りの人とか自分の身近な人にそういう方がいたら、なんかやっぱまだ受け入れられないっていう方が多い気がします。やっぱり自分のね持っている考えとか価値観とかを変えるって難しいので、ずっとなんか一つの考え方で生きてきた年配の方々が今意見を変えるとか、今何か新しいものを受け入れるってなると相当時間がかかるかなと思います。で、若い世代、10代、20代とか30代とかはもう本当に偏見は少ないと思います。私の周りでもなんかいろいろ言っているとかそういう人は一人も見たことも聞いたこともないです。で、私の、知り合い、めちゃめちゃ仲いいっていうわけではないですが、知り合いにもバイセクシャルとか、自分はそのね、ストレートではないのかなみたいな人もいます。なので、やっぱり若い方の方が圧倒的にそういった偏見も少ないし、誰がどんな人を好きになろうと、どんな価値観を持っていようと、別にその人次第じゃんっていう方が多いかなと思います。これから日本に住みたいとか日本に旅行に行きたい、そして私は LGBTQ の中に当てはまるその当事者ですっていう方はいろいろ日本に行って受け入れられるのかなとか、いろんな心配事があるかなと思います。で、それはもちろんコミュニティによるかなと思います。例えば東京とかだといろんなコミュニティがあったり、なんかパレードも行われていたり、本当にいろんな人がいるのでね、別に差別されるとかいろんなことを言われるみたいなことはないかなと思います。でも田舎に行く、日本の地方に行く、あんまり若い人がいない、多くないっていうエリアに行くと、公共の場でね、すごくそれをオープンにしているとまだ偏見の目があったりするのかなと思います。でも東京、大阪とかそういう都市に行けば問題ないかなと思います。で、これは本当に私のなんて言うんですか、個人的な意見というか、こう思った、こう感じたってことなんですけど、例えば街を歩いていて、ゲイのカップルとかレズビアンとか、いろんなカップルがいるじゃないですか。でもそういう人たちが公共の場でみんなの前で手をつないだり、ちょっとハグしたりとかっていうのはほとんど見ないかなと思います。日本でそういう人はほとんど見ない気がします。でも例えば私がヨーロッパを旅行していたりとか、パリとか旅行していて、別に普通にいるなって思います。でも日本だとやっぱり公共の場ではいろんな人がいる前ではなんか普通に友達を装ってるとか、自分の見た目とかもなんかあんまりオープンにしていないっていう方が多い気がします。これから日本に来たいっていう人は、日本でそういうのが全く受け入れられてないかっていうと全然そんなことはなくて、いろんなコミュニティもあるだろうし、誰かに何かを言われるとか攻撃されるとかそういうことはほとんどないと思うので、そこは安心していただければなと思います。でもやっぱり法律はまだまだ整っていない。全然ね、平等にはなっていないので、そういう点では生きづらいと感じる場合もあるかもしれません。で、私が一つ昔と比べたら全然変わってきてるんじゃないって思うことがあります。それはエンタメです。いろんな作品、ドラマとかそういうコンテンツで同性愛の、それを描いた作品が最近は本当に多いなと思います。
で、私が一つ好きなおすすめなものがあって、それはおっさんずラブというドラマです。これは日本のドラマで映画にもなっていて、シリーズも結構何個か続いた本当に人気の作品です。めちゃめちゃコメディで本当に面白いので、興味がある方はぜひ一度見てみてほしいなと思います。あと最近だと、確かボーイフレンドっていう恋愛リアリティショーがネットリックスで公開されていました。これも面白いです。私は恋愛リアリティショーが好きでそういうのをね結構見るんですけど、それが好きな方にはおすすめなのでぜひ見てみてください。で、この恋愛リアリティショーはリアリティなので、実際にそこに出ていた方たちがなんかどういう風に生活をしていてとか、どう感じているのかとか、周りの反応とか、家族に伝えた時にどうだったかとかっていうのが分かります。あくまでエンタメなんですけど、日本で実際に生活している方がどう思っているのかみたいなのをリアルな声を聞けるので、それは見てみて、いい勉強になるというか、いろんな理解を深めるっていうのにもいいかなと思います。エンタメであってもこういう作品に触れることで、身近にはそういう人がいなくてもこう感じながら生きている人がいるんだとか、いろんな生き方、考え方、感じ方があって、生まれ持ったものが全てではないっていうことが学べるので、とってもいいなと思います。今回は LGBTQ についてお話ししました。日本の法律ではまだ同性婚は認められていません。なので法律面を見るとまだまだやっぱり、整っていない、遅れているなという感じはします。例えば日本から近い国で台湾とかだと同性婚が認められているので、近い国と比べても日本ではやっぱりまだまだかなと思います。で、日本でどう見られているか、どう感じられているかなんですけど、やっぱり年配の方だとって思う方も多いと思います。ですが、若い方、10代、20代、30代とか、40代の方でも全然ね、もう人それぞれじゃんって思う方が多いと思うので、そんなにね、気にしなくても大丈夫かなと思います。旅行に来るぐらいだったらもう全然気にしなくて大丈夫だと思います。今回はね、このエピソードを作るか少し迷いました。やっぱりセンシティブな内容になるし、あくまでも私の主観ばっかりの話になるかなと思ったので、どうしようって思ったんですけど、せっかくアイディアをいただいたので、この機会に作ってみようと思って、このポッドキャストを撮ってみました。日本ではそんな感じなんだぐらいに思ってもらえればなと思います。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこれからももっとたくさんの面白い動画を作っていくための応援、サポートをしていただける方がいましたら、ぜひメンバーシップへの加入お願いいたします。また、すでにメンバーシップへ参加してくださった方々、本当にありがとうございます。面白いエピソードを作っていくので、応援していただけたら嬉しいです。そして、ポッドキャストの、エピソードのアイディアなどありましたら、いつでもコメントでお知らせください。では、今回はここまでになります。最後まで聞いてくださりありがとうございました。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。